村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。なんだこんなところにレコーディングスタジオできてるじゃん。ちょっと入ってみようかな。こんにちは。いらっしゃい。わてなん、お前陽介じゃねえか。お兄ちゃんじゃん。なんでレコーディングスタジオここに あるの初めて見たんだよ。お前この町スタジオねえからな。作ったんだじゃん。そうだよ。じゃあちょっと練習していこうかな。このギター聴きたい。貸してよ。ギターだったらよ、これだよ。ケンターのストラトだよ。どうだお前。あれケンターフェンダーのスタートじゃなくてケンターだよ。じゃあそりゃこれも最近よ、楽器高えだろ。高いよね。だから作ったんだよ。お前手作りなんだ。お前そうだよ、手作りだとお前音めっちゃいいぞお前。これ弾いてみろよ。オッケー、じゃあちょっと弾いてみるわ。わお。いやあれ兄ちゃんの声じゃないこれ。お前ギターから鳴ってんのお前これ。もうちょっとお前弾いてみろ。大丈夫かこれ。もう一個はい。わおわお。ポン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 。わおわお。ポンポン。お前どうだお前弾き心地いいだろお前これ。いや違う弾き心地はまあなんか柔らかくていいけど、聞き心地がすごくおかしいよ。なんてことだよお前。お前よ。なんかボンジョビしかなんないよこれ。お前。いやもういいよ。お前ロックスターぞお前。これじゃあ嫌だから掛け声で聞き心地いいの教えて。おかしいなお前。弾き心地もお前聞き心地もいいはずなんだけど。いやちょっと違ったわ。じゃあお前聞き心地のいい掛け声教えてやるよ。今日の掛け声はこれだ。あいおあいえあえいうんおうえおうおんいあい。あいあいえあえいうんおうえおうおんいあい。お前どうだよすけお前分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さんまもなくです。お前番組始まるんじゃないかお前。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。楽器を作って気分大覚えバンジョー鈴木。ファイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカルの陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。全然長くない？長いしさ、どこで終わって2回目を言ってるのかが全く分かんない。はいって言った方がよかった。はいって言って。楽器始めたて。楽器始めてて自分のプレイ録音しがち。長っ。これ録音しがちなの？ギタリストとかはそうなの？俺はあんましないけどね。俺ドラムだからさ。しようと思ってもさマイク足りないんだよね。確かに。なんでこんな録音の話かというと、日付変わって今日11月16日は録音文化の日。1878年11月16日に、蓄音再生機を使った日本初の録音再生の実験が行われたことにちなんで、記念日として制定されました。ちなみに世界初の録音は、1877年7月31日、蓄音機を発明したエジソンによって行われました。蓄音機を公開した時にはエジソンが自ら吹き込んだメリーさんの羊が披露されたそうです。楽器で吹き込んだのかな？歌じゃない。歌を歌ったってことなのかな？なんかあれだね。映画に出てきそうな人ね。その感じじゃないの？そういうことだろうね。すごいな。って考えるとレコーディングってめちゃくちゃ古いね。古いけど、最近じゃない？だってさ、楽器とかさ、コンサートとかはさ、それよりずっと前からやってるわけ。まあそうだね。それはそうだね。オーケストラとかね。そう考えたら確かに、ね、言うて最近か。ピアノなんつったらめちゃくちゃ前からね。ピアノとか打楽器だったらもっと、ね、もっと前だね。
確かに民族楽器とかが。でもこの蓄音機からのこれまでのこう発展の仕方が異常だね、まあね、やっぱりそう考えると。だってこの100年後にはさ、うんだから1977だから年、CD 77年まだレコードレコードかじゃない。レコードか、でももうレコードでもうステレオか。そうだね、さすがにステレオ、ステレオになってるんだよ。でその数年後にも CD が出てきてるでしょ。そうで今となっちゃうない雲だからもう上よ上、クラウドにある。クラウドにあるからもう基確かに本ね、すごいことだね、そう考えると、どうなっていくんでしょうね。2人は初めてレコーディングした時のこととか覚えてますかって書いてあるけど。覚えてる、全然。俺はもうMTR っていう、はいはいはい、まあ今でもあると思うんだけど、うんうんうん、そういう録音機器がカセットテープだった時代だから、はあ、カセットテープ MTR か、うん、 MTR ね MTR で工場でマイク立てて、MTR で撮ってたね。はあ、マルチトラックレコーダー、そう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 。俺は iPad だったね、初めて。うわ時代感じるわ時代感じる。 iPad ではいはい一人で全部楽器重ね撮りしてやってたわ。なんかインターフェースつけてそうギターとかも。時代やね。時代だね。今パソコンも使わないっていう人いるらしいからね、やっぱ。どういうこと？もう iPad だけで本当に完結しちゃうっていう。ああ、うんそっかそっか。そのぐらい確かにできるから。もう USB-C になったからか。そうそうそう。いけんのか。何でもいけるっていう。なるほどね、すごい時代です。すごい時代ですね、メッセージもいただいてます。はいよ、ラジオネームしゆうさん、ありがとうございます。洋介さん、ケンタさん、こんばんは。こんばんは。毎週このラジオを楽しみに生きています。ありがとうございます。ケンタさんに質問があるのはいでメッセージを何でしょう送ります。なんすか。オレンジ C メロ前のうん間違ってもいいよ怖がらないで、うん君は君はいい、君は君でいいうんをと、少し苦いオレンジのようの間には、ライブではうん。ハイハットの音が入るのはい、は入ってます入ってます。何か理由があるのでしょうか。は洋介さんへの合図かなと予想しているのですが、正解を教えてほしいです。はい。ライブ音源聞きまくってて久しぶりに CD 聞いたら、違うとなりました。そうだ、入ってないもんね。私はこの音が好きなので次のライブもしっかり聞こうと思います。マニアック。まあこれ合図ですね。洋介さんにせーのっていう。まあまあね、せーのどうぞ。一応クリックは聞いてんだけど、そうね。ね、クイックが聞こえないだったりのもあるし、そうね。あといろんなみんなにせーのの意味もあるね。これは。確かにです。だから正解です。しゆうさんが。合図ですね。そう、合図です。まあ洋介と言わず、それこそユージやもみけんの、ユージも入るしねそうタスクさんとかね、いろんな人に対してのここで行きますよっていううん合図です。はい、正解。正解。はい。もう一件いく。、はいい、行ってみましょうか。じゃあ、いいですよ。ラジオネームシーナさん、ありがとうございます。ケンタさん、洋介こんばんは。こんばんは。11月8日放送のお店の順番待ちシートに本名を書くか否かで問題ありました、ねありましたね。はい。我が家も一発で呼んでもらえない名前なので、うんメジャーな名字の偽名で順番待ちを書きます、あまりにも偽名で順番を待ちすぎて、ついに店員さんに偽名で名前を覚えられてしまいました、はい。カード決済や何かしらの申し込みでいつ本名を伝えなければならないタイミングがあるかと正直ハラハラしています、はいはい。聞き取りにくい名字って不便ですよね。不便家族全員が名字をもじったニックネームだったりしてうん。面白いこともあるんですが、うん基本不便です。はい。同じ聞き取りにくい名字とカミングアウトしたケンタさん、はい。過去に名字をもじった面白いニックネームとかありましたかという。ニックネームはなかったな。なかったけど、まあ不便。これは言える。不便。本当に不便確かに。で、このねカードのハラハラする感じとかも、俺領収書をもらうから基本的に、で予約した名前と領収書の名前が違うじゃん、そもそも。だから領収書くださいって言われた時に予約名で持ってこられると、違うわ。すいません、こっちで、すいません、確かに。何回もあるから、まあ不便ですこれは。不便だよね。まあただね、読みにくい名字って意外とやっぱ少数派というか珍しいから、その名字だけポンって言った時に人に覚えられやすいっていうのがやっぱメリットとしてはある。確かに。顔と名前がこうなんていう一致しやすい。だからまあトントンってことだね。そうだね。まあまあいいも悪いもあります。そうあります。まあいい文化じゃないでしょうか、この名字という文化。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください、はい、それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。
それではこちらのコーナーに参りましょう。 Mein Lemonade a Friend。 このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。マイレモネードって言ったねマイレモネード Mein Lemonade a Friend。 あ、確かに聞こえるね。マイレモネードアフレンドって聞こえるんだけどこれどこだ？わ正解はかんないわ。ウェールズ語。いやわかんねえ。初めて聞いた。まあウェールズあれれだね。だからイギリスの中の、地方。だからイギリスさ、スコットランド、イングラはいはいはいンドの中の1個ウェールズ。あーだから多分強いんじゃない？強いんだイギリスからなるほどね。やっぱりレモネードしかもうレモネード友達としか聞こえないんださて、今週もレモネードからたくさんいただいてますありがとうございます。ラジオネーム週刊少年ダンプさん。はい、ありがとうございゆうすけさん、健太さん、友達の終わった話を聞いてくださいおーはいはい聞きましょう。先週の朝、会社のエレベーターに乗り込んだら中に部長が一人で乗っていたそうです。完全に二人きりでうん何か話さなきゃっていう謎のプレッシャーを感じた友達は、うん新調していたうん部長のスーツを褒めようと喋り出しました、はいはい部長、今日はなんだかビシッとされてますね。焦りすぎて、はいはいはいいつもはビシッとしてないみたいな言い方をしてしまい、やばうんいどうしようと思っていたら、目的のフロアに着いてしまいました。うん早く降りたい。ただ言ったことをどうにか挽回したい、そう思って口から出たのが、ネクタイ今日も似合ってますでしたそれからというものの、部長に会うのが気まずいと友達が言っていました。あくまで友達の話です。そうね、全部選択肢間違った感じあるね、これはね。もうね、もうあれだよね、もうね、会釈でいいよ。そうあと多分さ、このおはようございますとか言ったと思うの、で言った後に間が空いてこの焦りが来てるはずなんだけど、これね、こういう目上の人とか、なんか喋んなきゃいけない人ってパッて見たらわかるじゃん、でそれ挨拶したそのままの流れでいかないと、多分基本ね、やっぱ焦った段階で間違っちゃうんだよね。ぎこちなくなるよね。そう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 。だからおはようございますみたいな、おはようみたいな、どうすか今日調子みたいなぐらいでいいと思うね。いいと思う。でしかもさ、新調したっていうのはそこ分かったわけじゃん、多分。まあピカピカだったんだ。もうってもうおはようございますっていかないと多分、おはようございます。買ったっすかみたいな。かっこよみたいな。スーツめちゃくちゃピカピカじゃないですかみたいな。いいっすよこのスーツみたいな。で最後にこうね、開くじゃん、フロアで。で開いて、じゃあ今日もお願いしますなんなり言った後に去り際に、スーツかっこよって聞こえないぐらいで、いやそれ聞こえるか聞こえないよ、それ気持ち悪くない？ふっていくのよ。それわざとらしくない？逆に大丈夫です、大丈夫です。わざとらしかったとしても言われた方嫌な気にならないんで、マジかっこよとかポロって言ってくる。いや俺も買うかも。そうそうそれはいいかもな。ポロって言ってくと、これ次の人事でいいところ行くかボーナス上がります。いいじゃないですか。はい、いや素晴らしい。終わってないじゃん。終わってない。全然終わってない。次がある。ありますよ。続いて、はいラジオネーム太郎丸。太郎丸からいただいております。陽介健太の2人こんばんは。友達の話なんですけど、深夜2時どうしても寒空の中うどんが食べたいという意味のわからない欲望が湧いてきてコンビニへ行ったそうです。友達はカップ麺タイプのうどんではなくて、レンチンタイプのうどんを手に取ってレジに向かいました。レジで店員さんが優しく温めますかって聞いてくれた瞬間、友達の口から出た言葉はいただきますでした。店員さんも一瞬固まって、でも優しい人だったのかごちそうさまでしたって返してくれました。お互い気まずい笑顔で見つめ合う時間が永遠に感じました。温まったうどんを受け取ってありがとうございますを言うまでの間はまるで亀が地球を一周できるんじゃないかと思うほどの体感時間だったそうです。もうコンビニには行けないなと思った友達の話でした。いただきますダメか、合ってるくない？いやもうあまりに出過ぎてたんじゃない？食べたいっていう感情が。いただきますか、いただきますそういただきますみたいな言っちゃったの。でもさ、店員さんもちょっとこれは間違ってるね。ごちそうさまでしたね。いやだからどっちも間違ったから気まずかったの。ああそういうことね、いただきますごちそうさまでした。店員さんも間違えたって多分なっちゃったから多分気まずかったの、ね、でもそういうコンビニにはもう一回行った方がいいよ。行った方がいいね。その店員さんと多分仲良くなれる。だってお互い間違ってるから、お互いやっちゃって、そう多分お互い思ってるから、気まずってなってるから、あいつも
来んなよもう一回ってで多分3回目ぐらいに、この話出してみるといいと思う。確かに、あれ気まずかったっすよねっつって。だからもう一回やっぱうどん持ってそういやあれ気まずで次はどうですかって言われた時に、いただきますね、あえてねあえて言ってみる。確かに、いやぜひねそうすればね、確かに笑い話になる。しかも深夜2時だから。そう深夜2時テンションになってる。いやこれは友達にもう一回行けと伝えてください。はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしてます。それでは今日は、ラジオネーム太郎丸さんの友達の話というかコンビニの話からこちらを選曲しました、タイマーズでデイドリームビリーバー。スパイエアのマサラカ。お送りした曲はタイマーズでデイドリームビリーバーでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩み届いております。ラジオネームみさきちさん、ありがとうございます。陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。悩みを聞いてほしいです。私は35歳独身、婚活を始めて2年になります。何十人と会ったけど、誰ともピンときません。周りは結婚してママ友と楽しそうで、焦りばかりが募ります。でも誰でもいいから結婚って考えも違う気がして、ちょっと疲れました。どうやったらいい人と出会えると思いますか、そして私はどうしたらいいと思いますか。真剣だねこれ。真剣。これはねちょっとね、だから疲れちょけれないな、疲れを感じない人がいいんじゃない？でもさ、もう婚活に疲れてるから今、そもそも多分。そういうことか。婚活って思わずに婚活をする。いやでも婚活はしてるわけだから思っちゃうよね。でも俺思うんだけどさ、やっぱ前も話した気するけど、その婚活って結婚がゴールになっちゃうじゃん。結婚したとかね。結婚がスタートだからそもそも多分ね。確かにそれがゴールになっちゃうよね。そう。ゴールになっちゃった瞬間に冷めちゃうみたいなのあるもんね多分。まあ分かんない。そのお見合いとかでさ、もちろんこうすごいいい家庭を築いてる方たちもいるから、どうなのか分かんないんだけど、でもその疲れちゃうっていうのは多分そのゴールなんていうの、ゴールに過度な期待をしすぎてるっていうかさ、その自分の理想を全て兼ね備えたゴールにたどり着きたいっていう多分欲がすごい高い。満塁ホームランがゴールになってんだ多分ね。だからとりあえずそれを狙いパワープロので狙いすぎて強心にしまくって、そうちっちゃくしてヒットすら打てない状況。そうだからそれ疲れるよねってなるじゃん。確かに。そうでそもそも35歳って東京で言えば若い、別に遅くはない。いや確かに。でもこれは地方差あるよね。そう地域差はあるから、だからまだ焦んなくてもいいのかなっていうのもあるし、東京の人じゃなかったら東京に出てもいいかも。そうね。まあ割とだからそんなに気にする年齢じゃない気もするし、だって俺こっち来ていろいろさ、まあ友達とかさ、知り合い増えたけど、35以下で結婚してる人の方がいない。少ないよね。本当に少ないと思う。でもそれは多分その生活のスタイルで変わってくると思うから、なんとも言えない。どっちも別にいい悪いの問題じゃないから、あれなんだけど、別に焦るのは年齢のあれ、でもそうだね。女性はやっぱ子供とかさ、の話もあるし、体の作りの話があるから分かんないんだけど、でももう全て一旦置いといても、その婚活で結婚がゴールになっちゃわないようにしないといけないよねって思うから、その満塁ホームランを打ってこの試合に勝とうって思ってるものじゃなくて、多分結婚ってさ、どんどんこうすり合わせていく作業じゃん、お互いのことを。だから9回通して1点でも多く点を取る試合をしなきゃいけないわけよ。たまにはバントしたり、たまに盗塁したり、じゃあここは犠牲フライ打つかとか、っていうのをやっていかなきゃいけないと思うから、多分さらに疲れちゃうよね、結婚自体がね。そう、結婚してからの生活が。そうだからそのゴールじゃなくてスタートを切れるために自分は婚活をしているんだっていうところにも、でも一回ちょっと原点に戻るじゃないけど、やっぱ
結婚を目的から一回外れて、純粋に恋愛だったりとかそういう交友関係、だから婚活のなんかサイトだったりだとか、お見合いでもいいんだけど、そのいや結婚っていうものを第一に置かないってことだね。そうだからそう、だからこの人と、婚活で会うために、婚活のあれでこれから会うってなった時に、結婚が絶対よぎるわけじゃん、結婚を視野に入れたトークをしようとか、結婚した後この人どういうあれなのかなとかをさ、探るトークとかやるわけじゃん、だからそういうの一回なしにして、もう純粋に人同士でその人のね、の方がさ、相手もさ、絶対さ、分かるじゃん。そうね、相手がそうやってさ、ちょっと見え張るようなタイプだったら、その瞬間に多分分かると思うし、確かにね、まっすぐな人だったらまっすぐって分かると思うし、忘れろとは言わないけど、ちょっと一回横に置いといてね。そう、結婚っていうよりもその人のとの話をする、だから満塁ホームランで試合に勝つよりかは、まずは出塁、出塁ね、そうね、まずはこう一塁に出てみようっていうね。で、それがいいんじゃないかな。でもね、これは分からんな。これ価値観は難しいね。本当に難しいと思う。ただいい人に会ってほしいなっていう気持ち、それはね、だな。それは共通ですよ。そうね。でもそうだね。一回ちょっと横に置いて話してみるのもいいかもね、その方と。ちょっと考えすぎかもしれない。だから疲れてる。だから東京にいたらそんなに焦る年齢でもないっていうことだけは伝えとく。そうだね。でもだからもう美咲さんのペースでこれは頑張ってほしいですね。そうね。のんびりとでもいいんで。ということで、番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでバディです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。やっぱね、こういう出会いとか、そういうね価値観を他人と合わせる作業って、どうしてもこのお悩みでバッサリ行くわけにはいかないから。そうね、じっくりね、じっくりやっていくしかないよね。そう、これちょけれないね。だからなんか進捗があればまた送ってほしいですね。そうですね。ぜひ送ってください。そしてお知らせものもございます。現在ボートレース新 CM ソングのチェイス・ザ・シャイン配信中です。そして2月15日、東京立川ステージガーデンで開催される機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ10周年記念イベント鉄火の祝祭に出演決定しております。よろしくお願いします。そしてツアーもあるので、こちらもぜひ皆さん遊びに来てください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということで、この時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。